こんにちは。今日はね、日本人が間違える日本語、っていうことについてお話ししようと思います。まあもちろんですけど、僕も含めて日本語のネイティブも日本語を間違えるんですよ。動詞の活用を間違えたり、単語を間違えたり、まあいろんなミスするんですけど、単語の間違えは結構よく、日本人の日本語でもよく聞くんですけど、活用をね、間違えるっていうことは、あんまりないんですね。単語だったら、なんか二つの似てる意味の単語を、間違えたりすることもあるんですけど、まあ、活用はね、結構シンプルというか、あんまり間違えるポイントがないので、活用のミスは日本人そんなにしないかなと思うんですけど、でも今日は、いくつかリストアップしたので、順番に話していきますね。まず一つ目は、雰囲気ですね。雰囲気っていう言葉あると思いますけど、この雰囲気を、雰囲気って読んだり、まあ、言ったりしてしまう日本人本当に多いですね。で、これについては、間違えて雰囲気っていうわけじゃなくて、もうこの単語を初めに習った時から雰囲気って習うケースがめちゃくちゃ多いんですよ。この単語、雰囲気を覚える時にもう雰囲気だと思って覚えてしまうので、まあ自分も間違いに気づかないままずっと雰囲気って言っちゃう人が結構多いと思いますね。僕も実は高校生ぐらいの時に雰囲気じゃなくて、雰囲気が正解っていうことを知って、その時から雰囲気っていうようにしてるんですけど、まあ中学生、15歳ぐらいまでずっと雰囲気だと思ってたんですよね。っていうのも、そのスマホでタイピングしますよね。で、スマホで雰囲気って書いたら、雰囲気の漢字が出てくるんですよ。で、そのぐらい、たくさんのね、多くの日本人が、この読み方を間違えてるってことなので、まあ、これは結構有名というか、よくある日本人のミスだと思いますね。で、次が、秋葉原ですね。これについては、日本人がよくする、ミスっていうのは、まあ、読み方ですね。正しい読み方は秋葉原なんですけど、まあ、秋葉原っていう人も結構多いと思います。これ、ローマ字で秋葉原って書いたら、まあ、読みやすいんですよ。秋葉原。ローマ字で書いたら、わかりやすいんですけど、この漢字を見るとね、秋葉原で、これ、秋葉原とも読めるんですよね。秋葉原も読めるし、秋葉原も読めるから、なんか間違えちゃう人が、結構多いんだと思いますね。で、それから、この秋葉原で、これ、省略した形、コンビニエンスストアがコンビニになるみたいに、省略された言葉があるんですけど、その秋葉原の省略された言葉が、秋葉なんですね。なので、そのまま、秋葉から秋葉原だと思う日本人も結構多いんじゃないかなと思います。で、これが二つ目の日本人がよくする、日本語の単語のミスですね。で、次が、表現の話なんですけど、二重表現っていう表現があるんですよね。まあ、例を言うとわかりやすいかもしれないんですけど、頭痛が痛いとか、今の現状とか、馬から落馬するとか、こういう表現なんですけど、何が間違えてるかというと、例えば最初の頭痛が痛いで、頭痛、正しい表現は、頭痛がするなんですよ。頭痛がするか、頭が痛いなんですけど、頭痛が痛いで、なんか、頭痛も痛い意味があるし、痛いももちろん痛い意味があるので、まあ、二重の表現になっちゃうんですよね。で、それが、二重表現って呼ばれてて、まあ、よくあるミスなんですけど、他にも、この今の現状、現状の言葉の意味は、今の状況ですから、まあ、今の状況になっちゃうんですね。だからこれも二重表現。で、最後の、まあ、馬から落馬する
も、まあ、馬はもちろん馬の意味だし、落馬は、馬から落ちるっていう単語なので、馬から落ちるみたいな意味になるので、これも二重表現で間違いなんですけど、間違いなんですけど、これね、実際に話すと、そんなに違和感がないような気がするんですよね。僕も時々間違えて頭痛が痛いとか言っちゃいますし、この今の現状とか多分ほとんどの日本人めっちゃよく使うので、普通に話す時はあんまり違和感がないんですけど、まあ、ちゃんと日本語について考えると間違えちゃってるっていう感じですね。で、こういうのをなんかめっちゃ直したがる、そう、日本語警察みたいな人がいるんですよ。で、そういう日本語警察の前で、その、頭痛が痛いって言ったら、もう絶対に直されますね。頭痛が痛いはおかしいから、頭が痛いって、言い直してくださいみたいなこと言われたりするので、まあ、日本語警察と話すときはちょっと気をつけた方がいいかもしれませんね。で、次は日本人がよくする、活用の間違いですね。で、それが、綺麗と、違うの否定形ですね。これめっちゃなんか限定的で、まあ、綺麗とか違う。これがよくある例なので、綺麗と違うだけについて話すんですけど、まあ、これ、綺麗と違うの、否定形の、まあ、正解の形は、綺麗じゃないとか、綺麗ではありませんと、違いません、違わない。これがね、正しい否定形なんですけど、これよく間違えて、きれくないとか、違くないっていう日本人もいるんですよ。で、これもね、これ僕めっちゃよく間違えちゃうんですけど、きれくないとか違くないって、言っちゃうんですよね。で、これ結構関西弁でよく見るような気がするんですよ。きれくないとか、違くないとか。で、その関西の人にとっては、その間違いというか、もう合っている感じがするんですよね。その自然すぎて、きれくないとか、違くないとか、その、ちゃんと文法的に考えると、もちろん間違ってるんですけど、本当に関西では自然すぎて、その、日本語警察の人も、このミスにあんまり気がつかないことがありますね。で、これ最後のポイントなんです。最後の、日本人がよくするミスなんですけど、これちょっと知ってる人もいるかもしれないんですけど、ら抜き言葉っていう、ミスですね。これはね、動詞の、可能形、例えば食べるは普通の動詞ですけど、それの可能形は、食べられるですよね。とか、寝るの可能形は寝られるになるんですけど、これを間違えて、食べれるとか寝れる、このらが、ない活用をしちゃうんですよね。で、これも、活用の間違いで、僕も普通に日本人と話してるときよくしちゃうんですけど、これはまたよく話題になる日本語の、間違いなので、日本語警察が動きますね。そんな感じで、今日はこの日本人が間違える日本語っていうことについてお話しさせていただきました。やっぱりどの言語でも同じことがあると思いますけど、そのネイティブの人でも、母語の文法とか単語間違えちゃうっていうことがよくあると思うので、そのミスを恐れずにね、日本語を勉強してくれたらいいと思います。まあそんな感じで、今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。